大阪南、今も激増する海外からの訪日客。その主役となっているのが中国人の富裕層です。歯磨き粉とか小さいものばっかりよ。その一方で、今も内陸の農村部では年収4万円以下の貧困層が5500万人存在すると言われています。私たちはその現状を見るため、ある場所へと向かいました。大阪から3000キロ、中国内陸部四川省。その南の端に位置するのが龍山遺族自治州です。5000メートル級の山が連なる山岳地帯は少数民族遺族のふるさと。山をどんどん登っていくと2700メートルを突破。空気が薄くなってきます。さらに登ると標高3000メートル、とある遺族の村がありました。人口はおよそ300人。実は私たちは7年前、この村を1年にわたり取材していました。2009年、農業しかない村人の平均年収は3万円ほど。沿岸部との収入格差は10倍以上もありました。高台にあるお宅を訪ねてみました。ちょっとお邪魔します。家の中には牛だけ？お留守でしょうか？あ、誰か帰ってきました。この家の主、ニレムジュさんです。全員お子さんですか？この子はうちの子じゃないよ。この2人はうちの子です。水汲みから帰ってきたのは働き者の妻、レブジホさん。長女の愛は5年生、町の学校で寮生活していますが、冬休みで帰省しています。羊を追って走り回る元気な少年は長男ムティ、3年生です。末っ子の赤は1年生。ちょっと恥ずかしがり屋さんなんです。食事の準備とは言っても、標高3000メートルの高地で採れる農作物はじゃがいもとそば程度。米はできません。これはそばの粉を練って作るそばまんじゅう。この地域の主食です。永遠と続く貧しい暮らしの中で、父親のニレムジュさんは最近ある考えを持ち始めました。学校へ行けず字も読めなかったら話せないのと同じです。子供は勉強して知識を得るべきです。村の様子が変わったのはこの取材のわずか3年前。政府の義務教育無償化政策でお金がなくても教育を受けられるようになったのです。それは貧困から抜け出す唯一のチャンス。
2009年5月、村の中心に小さな小学校がありました。3年生は13人。ニレムジュさんの長男ムティもいます。1年生は27人。末っ子赤の元気な姿もありました。この山の学校は1年生と3年生の2クラスだけ。卒業すると村に残って農業をするか、町にある本校に4年生から転入するしかありません。学んでいるのは算数と国語である中国語です。そもそも遺族の言葉はこの記号のような遺族語。山に住む親世代のほとんどは教育を受けておらず、中国の標準語を話すことができません。いいえ、行きたかったですけど貧乏だったので仕方ありません。教育は豊かになるための唯一の道ですよ。今の世の中は教育を受けた人が豊かになります。そうでなければ何もできません。6月。さあ、明日は子どもたちが楽しみにしている年に一度の運動会。それでもムティはお勉強。食卓の話題は当然運動会。炸鱼蛋。别吃掉，别吃光油，我怕蘑菇给切掉。啊，你打起毛毛的，那个给它切掉。妈啊，那个别切是不？你们妈妈那些嘛，那俺那个切清酒行了就。啊，这边没吃，这个吃什么知道呢？你们吃到是不吃什么嘛？你从我你妈妈那几成呀，就是了，行不行？那我个那头上我们的不嘛是干啥？干啥别什么都是没的，啊，干啥别什么的路，我就直接不妈妈的是直接的路个行，啊的不别和妈妈考试比如就是多什么的，阿妈大概是路不得分家。走的这。不得这啊？你听得过？你想说的这？我开房间。我们这到看出的这？开房间了，做个棒了啦。做个棒嘛。何を話していても最後はどうしても勉強の話になってしまうニレムジュさん。しかしそれは決してお説教ではなく、父の切なる願いなのです。私は子供の頃、学費が払えず小学校を途中で辞めました。人生で一番大事なチャンスを失いました。子供たちが勉強して将来成功するよう願っています。寝るときは男同士。ムティはお父さんのベッドへ。甘えん坊の赤はお母さんのベッドへ。明日は晴れますように。運動会当日、見事に晴れ渡りました。
お、ムティ、よしよし、オッケー。1年生です。気をつけて。おっと、危ない。そしてメインイベント、お父さん参加のおんぶリレー。運動会もいよいよフィナーレ。一生懸命描いた両親の似顔絵です。赤は恥ずかしそうにお母さんへ。競技も頑張ったし、歌も踊りもとても良かった。体の調子が良かったら出稼ぎに行こうと思います。家計は苦しいですが、なんとか乗り越えますよ。山の村から車で1時間下ります。標高1500メートルの都市西昌。梁山遺族自治州の州都です。愛です。小学校の寮から帰省する途中に乗っていたバスが事故を起こし足を骨折。西昌の大きな病院に通っています。你觉得你打什么呢？打什么？他这个的旅行的，你看，你看。10대 도중이라. 스마트 장이 찌짐 비교들 왜? 아, 아스방 니 작아서 미셔리 잡고 싶거든. 成績優秀な愛は県で一番の有名進学校に通っています。しかしこの怪我で2ヶ月近く休む羽目に。さらにバスの運転手は最初の治療費しか払わず、すでに年収を上回るおよそ5万円を自腹で払っています。それだけに怪我の回復具合が気になります。他出去乖乖可以读书的，啊，可以上学的啊。啊，谢谢意思了。嬉しいです。为什么？もうすぐ学校に行って勉強できるので、将来は大学に行って弟や妹の勉強の面倒も見て、両親にも恩返ししたいです。この怪我で人生が大きく変わってしまうとは、この時はまだ思ってもいませんでした。愛が久しぶりに山の村に帰ってきました。この坂大丈夫かな。久しぶりの実家です。Я трудно, ты же не лежал. Ты с Богом часов лежал. 中国では小学校でも進級試験があり、成績が悪いと留年です。果たして2ヶ月近くの遅れを取り戻せるのか、不安でいっぱいです。什么时候考试啊？7月4号左右。你跟得上吗？差不多。翌日、ニレムジュさんの弟ラハさんがやってきました。遺族の村には昔からビモと呼ばれるシャーマンがいて、ラハさんもその一人。村の祭りを仕切り、病気治療の祈祷などを行います。
ニレムジュさんずっと体調が悪く、愛の事故もあってお祓いをしてもらうことにしました。この日の生贄は白い鶏。悪霊を鳥に移すのです。以后就是说个还多给，你是说个还多给，朋友说个，然后你是说个还多给，还得说个干嘛？还得真的靠多么人个，靠多么人的，哦啥么人个，哦啥么人的，不是不牛子谁啦人，你不你是谁啦？为啥也可以说你人人都是无可可的和无可无可的，我自个我想，无尽那比我们什么？生贄の鶏をゆっくりと締めていきます。これは悪霊が鳥の中へ入り込む時間の余裕を与えるためなのだそうです。祈祷が終わると清めの酒を吹きかけて悪霊を外へ追い出します。そして最後にそれを焼き払います。ニレムジュさん一家、久しぶりに子供3人が揃いました。やっぱり嬉しそう。お母さんもやってきて5人勢ぞろいです。お父さんどうです今のご気分は？家族の笑顔がひととき貧困の厳しい現実を忘れさせてくれます。遺族の夏の伝統行事、松明祭りが終わると秋の気配。6年生になった愛に異変が。8月、この日は各地で遺族伝統の祭典松明祭りが盛大に行われました。松明の火で田畑の害虫を追い払い、一年の豊作を願うという真夏の伝統行事。松明の炎が激しく夜空を焦がします。山の村から40キロ離れた昇格県の中心昇格。愛が通う全寮制の小学校。県内各地から優秀な子どもたちだけが集まります。愛の姿が、足もすっかり良くなったようです。中国は9月が年度始め。愛も見事6年生に進級できましたが、怪我で2ヶ月近く休んだ影響も。有没有想读的大学？あります。一番行きたいのは清華大学です。国家公務員になりたいです。もしお金持ちになれたら家族を連れて都会で暮らしたいです。夢は果たして。それから7年後、中国内陸部は大きく変化しています。四川省最大の都市成都。この7年で GDP は2倍に。内陸有数の大都市です。
ここに日本のスーパーイトーヨーカドーが巨大店舗を構えています。店内はこの熱気。成都市民の台所としてさまざまなものが売られていますが、消費者の収入が増えるにつれ売り場の様子が変わってきたといいます。沿岸部と内陸部の収入格差を示す数値は2008年をピークに少しずつですが縮小傾向にあります。その主な理由は出稼ぎ賃金の増加と農業技術の進歩と言われ、内陸部の収入が沿岸部以上に伸びているのです。では標高3000メートルの山の村にも経済成長の光は届いているのでしょうか。私たちは7年ぶりに村を訪ねました。赤你好。你好，你好，你好，你好。现在你自己家里就你一个人对吧？はい、両親は出稼ぎに、兄は別の場所で勉強しています。赤が中学2年生になっていました。両親を亡くしたいとこと女の子3人で住んでいます。お気づきでしょうか。土の壁はコンクリート、門も立派になりました。地面がむき出しだった家の中も見違えるほどきれいに。テレビも炊飯器もあります。生活は良くなりました。両親がお金を稼いでくれるので、父と母がいたらいろんな話ができるのに。でも今は2人ともいません。本当に寂しい。会いたいです。あの小学校を赤に案内してもらうと、新しい小学校ができたためすでに閉鎖されていました。中に入ってみるとあの懐かしい黒板が。私たちは家族の消息を追ってみることにしました。上海の南西沿岸部の都市広州です。その郊外にある建材工場、父親のニレムジュさんと母レブジュホさんが働いているといいます。あれはニレムジュさん。你好。这是我最小的女儿。几岁了？现在刚好5岁了。你后来又生一个啊？后来生一个了，都生一个了。我们怎么不知道？你好。谁比较熟一点？いやー、びっくり。三女のアチェです。みんなで揃っちゃってもいいんだよね。ニレムジュさん夫婦を含め親戚17人がこの工場で働いています。さまざまな建材を作るこの仕事、重労働ですが収入は2人で月に7万円と以前村にいた時の30倍近くにもなります。とはいえ寮生活は質素そのもの。この部屋で家族3人暮らしています。生活面ではよくはなりましたが、まだまだ苦しいです。私は3日に1食でも
5日に1食でも構いません。子供たちが勉強して稼いで私より幸せになってくれればいいんです。一番期待するのはムティです。両親がいる広州から南東へ250キロ、恩州へと向かいます。愛がいました。なんと金髪。好久不见了。好久不见。这有好多年了，多少年了？最起码有6、7年了。6、7年了。我们一起在外面打工。哦。检验产品的。啊，检验产品的。愛が働くのはこの電気部品の工場です。来る日も来る日も商品の検査を黙々とこなします。1日9時間働いて月給はおよそ5万円。休みは月に2日ほどだとか。なぜこんなに遠くまで出稼ぎに来ているのか。家路に向かう乗り合いバスでこんな会話が。是不是大学啊？大学什么大学？小学都没有毕业呢。小学没毕业。别说我的文化了。私たちが取材した7年前、6年生の途中で学校を辞めたという彼女。すべてはあの骨折が原因でした。あの怪我で2ヶ月近く学校に行けませんでした。数学についていけなくなって勉強が嫌になりました。毎回成績が悪く、その度に先生に叱られて。運命ですね。その時は本当につらかった。同級生はみんな中学へ進学したし、一人で隠れて泣きました。これがきっかけで彼女の大学への夢は途絶えました。とても後悔しています。もしあの時に戻れるなら必ず頑張って勉強します。今の私を見て、出稼ぎで何の教養もありません。もし大企業で働いても他の人は私を見下しますよ。彼女は手取りのほとんどを弟と妹の学費や生活費として仕送りしています。多い月には2500元、手元には500元、日本円で8000円しか残りません。弟には勉強を頑張ってほしい。どこの高校でもいいけど、何があっても諦めないでほしい。私のようにはならないでほしいんです。稼ぎが少なくても泣きませんけど、多くの人が帰省するのを見るととても悲しくなります。あなたたちが来たからうちが恋しくなったじゃない。去年1月、山の村から雪のちらつく山道を走ること3時間。ムティの中学校がある昇格です。冬休みの今は塾で受験勉強中です。ムティがいました。あのやんちゃな小学3年生も中学3年に。運命の高校受験です。普段は中学校の寮で生活していますが、冬休み中は高校3年のいとこの家に泊めてもらっています。ご飯も自分たちで作ります。私たち遺族は小さい時から自分で作って食べるんです。できますよ。少数民族である遺族の社会にも漢族と同じ熾烈な受験戦争と超学歴社会の波が押し寄せていました。ただ中国語が話せるだけでなく、いい大学に行けるかどうかで
家族の未来が決まると誰もが思っています。この7年、身を削って生活費を工面してくれた両親や夢を諦めた姉の期待は痛いほど感じていました。僕が中学で勉強できるのも姉のおかげです。姉とたくさん話したいけど、会うといつも言葉が出ないんです。家族からのプレッシャーは大きいですが、悪くないですね。勉強するための活力になりますから。本当は兵隊になりたいけど、父が許さないので。絶対に大学に行って学びたいです。試練の1年が幕を開けました。5月、梁山遺族自治州一の都市西昌。あれ、甲州に出稼ぎに出ていたはずのニレムジュさんがいました。横にいるのはムティ。ここは病院。ニレムジュさんは病気で手術をし、1ヶ月も入院していたのです。今日は退院の日です。腎臓結石です。病院に入院していました。甲州では保険が出ないので、仕方なくこっちへ戻ってきました。本当は1万元以上かかりましたが、保険があるので7000元ぐらいです。結局再発の可能性があるということで、定期的な通院検査が必要との診断が。ニレムジュさんは甲州の出稼ぎに行くことができなくなってしまいました。はい、父が病気なので。だって僕の父ですから。とても嬉しいです。息子も娘も気にかけてくれて、親としてこんなに嬉しいことはないですよ。ムティはまた3時間以上かけて昇格まで戻ります。高校入試まであと1ヶ月足らずです。6月、入試の前日、またしても悪い知らせが。ここは病院、一体。6月、入試前日、またしても悪い知らせが。あの仲良しのいとこのお兄さんが交通事故で入院。乗っていた車が衝突し、手を骨折、頭に大怪我をしました。大事な入試の前日にまたしてもショックな出来事です。明天要考試緊張嗎？まあまあですね。自分を信じています。明日はいよいよ試験です。試験が終わりました。結果を待つ間の束の間の穏やかな日々。レブジホさんとアチェも帰ってきました。赤は家族が帰ってきて嬉しそう。終わりました。大丈夫だと思います。試験が終わったので今日は前祝い。ニレムジュさんとムティは鶏を買いに出かけます。
以前はとても貴重だった鶏も食べる回数が増えました。子供たちが食べているのはおかゆ。以前は食べられなかった米が収入が増えたことで普通に手に入るようになりました。さあ、ご飯ができたようです。食卓は隣の土間。咋的？你啊，我怎么能快时些喝，些没得的，我怎么吃？那啥些不行嘛？那怎么解决处理？快些喝的，看看吧。哎，看快些喝吧，些没得的。吃了吃了。怎么解决处理？刚才我是怎么都说了，我喝水的，什么呢？我现在不嘛做些都是嘛，这个得吃都是了嘛，光的，嘛吃的少。아마 가지니 군이시야. 어떻게 쓰시죠? 뭔가 같이 자, 아시면 사는 자. 혼자세. 같이 전에 쓰듯이 너 지관대 상 쓰듯. 아고 검서 좀 좀이 막게 시심도 숨무디야. 쓰니 봐. 네네. 스부부지 말이 비기가 비라. 말이 비라나 한 비기라.村の友人たちと語らうニレムジュさん。緊張から解放されちょっと一息。待ちきれず試験の結果を電話で聞いてみますが。那过了啊，那个行，等会是这些事，我真的不会人家是谁不要的。那不得说几点了？那不做什么怎么？这个我问你的，最起碼。最高に緊張しています。結果がいいのか悪いのか。ここ 2、3 日学校に電話をしているんですがつながらないんです。すごく関係ありますよ。結果が良ければ教養が身につき、今はこんなに貧しいけれど将来息子が家族を引き上げてくれる。もし結果が悪くて進学できなければ一生こんな生活が続くんです。それは辛すぎます。数日後、結果が出ました。目標の400点に遠く及ばない214点。これでは第一志望どころか第二志望、昇格の高校の合格点にも足りません。するとどうすることもできないと分かっていながら取材班にこんなメールが。ムティはたったの214点しか取れませんでした。どうしたらいいでしょう。どうしても息子を高校に行かせたい。助けてください。私の人生はずっと貧乏でもう疲れました。息子には私と同じような苦労をさせたくないんです。お願いです。助けてください。山の村が緑に輝く夏がやってきました。試験結果の発表から1ヶ月以上過ぎてもショックのあまりニレムジュさんに笑顔はありません。
仕方なくレブジホさんと赤が貴重な収入源であるジャガイモを掘りに出かけます。今年は出来が良くないです。小さいのが多くて、春先に氷が降ったせいですよ。このカゴ1杯で重さは60キロ。これを背負って足場の悪い道を1キロ以上歩きます。道がドロドロですよ。多い日はこれを5往復もするのだそうです。家ではニレムジュさんが何やら悪戦苦闘。炊飯器の調子が悪いようです。何もかもうまくいかずイライラが募ります。死ぬほど怒って一発殴りました。それからこのベッドの上に2人で座って一緒に泣きました。もう辛くて悲しくて何日もご飯を食べられませんでした。喂。何やら深刻そうな電話ですね。彼らは入学生を探しているんです。でも私は息子を普通の高校に行かせたいんです。中専という専門学校からです。中専で成績が良くても多分大学には入れません。もし3年学んで進学できなかったらこれまでの全てが無駄になります。どうしても普通の高校に行かせたいんです。先问你啊，穆提，干嘛？这个电话是什么？啊？这个电话是什么？粤语。成都的中专啊？嗯。你去吗？不去。不去。嗯。中专不去。嗯。还是想读高中？还是去找学读。找学读。嗯。大学读了以后，还是想考大学？当然啊。親子の間もなんとなく険悪なムード。中国では高校へ進学する人の4割が中専と呼ばれる職業専門高校に行きますが、父と息子は抽選からの誘いを蹴って8月末にある一般高校の特別募集枠にかけようとしています。息子はこの前の卒業試験では国語も英語も90点以上でした。でも入試の英語はたったの33点。考えられない大失敗です。全てが悪かったです。普段に比べて全然できなかった。そんなに難しくはなかったけど、いつもならできる問題が試験の時は頭が真っ白になってしまいました。この日遊びに来たこの青年、ムティの試験の前日に事故で大怪我をしたいとこのお兄さんです。死体には事故の傷跡が生々しく残っています。実は事故の直前に大学入試があり、
兄弟2人が見事合格。明日はそのお祝いの日です。数百人くらいですかね。遺族は親戚が多いんです。翌日、朝早くから続々と人がやってきます。この男性の息子は大学に行けず、チベットへ出稼ぎに。西藏拉萨，去了西藏拉萨打工啊？他们不考不上卷，我没法。今天看到2个大学生，你羡慕吗？受付にはお祝い金が次々に。平均で1家族500元ですが、飲食店を経営する親戚はなんと5000元。これにはニレムジュさんびっくり。兄さんの家は家計が苦しいので、親戚や友人が来てみんなでお金を出し合うんです。それで学費を賄うんですよ。嬉しい席ですが、ちょっと複雑な父と息子。さあ、お祝いの料理です。牛肉にこちらは豚肉、そしてこれは羊肉とじゃがいものスープ。年に数回しか食べられない貴重な肉がなんとフルコースで振る舞われます。お祝いに駆けつけたのはおよそ300人。見たこともない大変なごちそう。女性も子供たちもみんな食べるのに一生懸命です。こちらがニレムジュさんの兄のダロさん。今日の主役です。親戚友人の皆さん、ありがとうございます。2人の息子がめでたく大学に合格しました。遠くから来てくれた方もいますし、お金もこんなにいただき、こんなに祝っていただき、本当にありがとうございます。将来は明るいですよ。公務員になって村を良くしてくれたら、嬉しいですね。はい、儲かります。いとこを中心に若者が集まっています。ムティは志望校の特別枠募集まであと半月です。11月の浙江省恩州。出稼ぎに出ている愛。あれ、髪が黒く戻っています。遺族のお正月は11月。仕送りでほとんど残っていないお金で精一杯弟や妹たちにお土産を買ってふるさとへ帰ります。那我就要个羊毛衫就行了，不要那个。哪个要这个是吧？要的，也要。就这么大可以啊。
間もなく待ちに待った家族との再会です。西湘の町に到着しました。お母さんが山を降りて迎えに来るはずなのですが、结果你那里啊？这样的。ニレムジさん、なんと車を買っていました。病気で重労働ができなくなったため、60万円もの借金をして運送業を始めたのです。何もしないわけにはいかない、考えた末の決断でした。1年ぶりの実家。7年前のあの時と同じ光景です。今はもう自分の足でしっかり歩んでいます。早速お土産。翌日は大晦日、年末の静かな朝です。你要做给哪可以吗？你要怎么打嘛？装到这。姉妹で腕相撲。いつも農作業をしている赤の力はすごいんです。床啊，什么的是啦。搞不赢啊！あれはお父さんの車。ムティが帰ってきました。運命の高校特別枠、その結果は。ムティが帰ってきました。実は希望していた昇格の高校の特別枠に合格したのです。中国では合格点に少し足りなかった学生は一時金を納入することで得点を加算してもらえるシステムが公然とあり、なんとか入学できたのです。払った費用は日本円でおよそ10万円。ようやく家族6人が揃いました。1年ぶりの再会と思ったら、姉と弟は早速口喧嘩。我姐她说那姐她妈们的自己怎么是那这种的？我的这是2万你我知道。我是讲对天文结果很远。我俺就是那差点钱的，system的关系，这个哎一些。我那不是看电视的很，我吃人家你吃了。不是，干嘛？我跟你讲，哎，怎么这么的了？怎么我就是刚是哪是了？你到了我吃饭呢？那也是，我那个光，他也得。
그거는 아스트 치과 감시시라. 저 다들 지 담아.我们搞了个鸡。ムティはまた本当の気持ちが言えませんでした。お母さんはじゃがいもを剥いて年越しの料理作り。思えば7年前、同じ日の周りで未来への希望を持って進み始めた家族。そして今暮らす場所はバラバラでも、年に一度しか集まれなくても進む方向、気持ちは一つ。まもなく新年を迎えます。怎么跟你们说了？人家说阿花我们吃什么吃的，什么吃什么。才是来跟咱们干，才是没去回去，现在是不啦？看你怎么？个心，他什么他管他是属于什么的的。不是，我属于什么的？你这肯定有心的是，就是在上面吃去了，我们这个什么，是吧？我们成年人吃去，啊，哪怕不吃菜嘛就说了，啊，感觉必须要我们搞什么，必须要我们啥到嘛的呀？有人就是了。啊，这是嘛？啊，这是嘛了？啊，那是菜等于就是菜跟的是的嘛。还没开始看，还没看。你都是嘛？还没看，没从那飞一次的事。啊，今年还没开的。看的了。これが遺族のお正月。若者が集まるわけは、一体何が燃えている？年が明けました。村に帰省した若者たちが一軒ずつ家を回ります。祖先崇拝の遺族文化。正月最大の行事は豚をお供えし、一年の幸運を祈ること。儀式が始まりました。今年の豚は100キロと大きめ。冬の間の貴重な保存食にもなります。そして大量の葉っぱをかけて丸焼きに。邪気を払うという膀胱の上にお供え物を置いて儀式は完了。家族だけの静かなお正月がやってきました。今年はどんな年になるのでしょうか。会在原来地方做吗？这个不知道，就看情况吧。哪里好就在哪里做，哪里工资高就在哪里做。如果不条件不好的话也没关系嘛，一家人还是要像今天一样的过。我的姐姐她什么事情都是为我们家着想的嘛。虽然她也在我们面前，她什么也不说。她为我们做的事情虽然我们看不到，但是别人是看得到的嘛。别人跟我们说，我们就知道她为我们做了什么。你感谢她吗？感谢啊。我感谢我爸和我姐，如果不是他们两个支持我读书的话，我可能高中都读不上，有可能我现在要么在外面打工，要么像我爸他们一样没有文化，然后只能一直待在这个地方，什么地方都去不了。
真是不是不管是自己工作，一个是身体这个都是比较大女儿、儿子他们一起都回来团团圆圆聚在一起，我心里很高兴。他高中毕业以后，反正能考上一个好大学，这样还是我心里很高兴了。如果能考不到一个好大学，只有他自己的能力来找自己的吃，所以我也没办法了。那时候我就老了，没办法了。但是还是一家人团团圆圆永远在一起，这个还是很好。